どうも、ちぬこチャンネルです。いやー、魔界から戻ってきました。臨時収入が入ったので欲しかった釣り具をまとめ買いしました。じゃーん。ちょっと紹介します。まずはルアー3つ、ジェットローカットビくんバーティス、シーガーの P ライン、リーダーが2つ、そしてダンついに買っちゃったよ、ツインパワーめっちゃ嬉しい。今まで私が持っていたスピニングリールの最高モデルがストラディックだったんですけれども、それよりいいルアーを買ってしまいました。ツインパワーはあ、いいね。合計金額が52,391円。結構思い切った買い物をしましたね。じゃあ今からこの新しいリールで釣りに行きます。いやー、釣り具のまとめ買いなんて久しぶりです。物価高の影響でずっと節約してたからね。実は臨時収入が入ったので新しい釣り具を買うことができました。大変なことになりました。ちょうど確定申告の時期で経費を計算してたんですけど、昨年2024年の1年間で魚釣りに使った合計金額が71万8208円でした。これが内訳で2023年と比較すると一見そんなに変わらないように見えるんですけど、ここを見てください。購入したロッドとリールの数が全く違います。まさかこんなに差がつくとは思わなかったです。物価高の影響で単価が上がっている証拠ですね。ちなみに魚釣り以外でかかった経費はこちらです。2023年は撮影機材でパソコンと GoPro を買い替えたので高いです。海外翻訳を15カ国語つけているので、これが大きいですね。物価高で今後もどんどん値上がりすることを考えると、もっと節約していかないと YouTube を続けることが難しくなってくるかもしれないですね。ということで、最近あんまり乗っていないバイク2台を売ることにしました。モンキー125とモンキー50です。ちょっと CM してもいいでしょうか。今回私はバイク買取査定サイトのカチ X を使いました。まずはスマホで写真をパシャパシャ撮影して、バイク情報をポチポチ入力します。その後に査定額が届きます。ステップはこれだけ。めちゃくちゃ簡単。従来のバイク査定だと実車確認が必要なんですよね。だからすごく手間と時間がかかる。結局地元のバイク屋さんにいい値で売ってしまう。相場もわからずに損した気分になっちゃいます。でもカチ X なら1社だけでなく全国の業者が同時に査定してくれるので、オークション形式のように高値がつきやすいのが特徴です。比較検討しやすいし、最短翌日には査定結果が出るのでスピーディー。ちなみにモンキー125はこの値段、モンキー50はこの値段がつきました。もちろん金額に納得ができなければ売却しなくても OK だし、査定は無料です。もうちょっと高く買い取ってほしいなと思ったら金額交渉もできます。私は金額交渉をして上げてもらうことができました。売却先の業者を決めたらその1社とだけ引き取りのスケジュールを決めます。あとここが重要なんですけど、業者からのしつこい営業電話は一切ありません。引き取り時の減額交渉は禁止されているので、その場で買い叩かれる心配もありません。代金の支払い完了までカチ X がサポートしてくれるので安心です。何か困ったことがあったらマイページのチャットを使ってカチ X 担当者に相談できます。やっぱりバイクは乗っていないとエンジンも悪くなるし、バッテリーも切れちゃうしでかわいそうですよね。あと3月いっぱいに売却しないと税金もかかるし維持費もかかるから節約になると思います。頑張ってカスタムしたので愛着もあって残念なんですけど、次のオーナーさんに可愛がってもらえた方がバイクにとっても幸せだと思います。今回モンキー2台を売ってみた感想なんですけど、とにかく手間なくスピーディーでした。約1週間ぐらいで引き取りに来てもらえたので本当に助かりました。倉庫で眠っているバイクがあったらカチ X で査定だけでもしてみることをおすすめします。概要欄にリンクが貼ってあるので気になる方はチェックしてください。
正直ね、モンキーが思ったよりも高値で売れたので助かりました。2台の合計で45万8000円になったので、釣り具費用として大切に使おうと思います。それでは早速この新しいタックルで青物やヒラメを狙いますよ。カットビくんあ、違う、カットビボーロストだけ避けたいな。おー、飛ぶ、めっちゃ飛ぶじゃん、カットビボーここんとこ3ヶ月ぐらいヒラメ狙ってるんですけどね、全然釣れませんよどうやったら釣れるんだろう。プラグでもやってるし、新ペンでもやってるし、ジグも使ってる。でもダメ。もうちょいゆっくり巻いた方がいいんか。いい感じの潮目は出てるんですけどね、なかなか1匹までが遠いなあー、なんか小魚跳ねたよ今ちょっと小魚跳ねた。自分のルアーに反応して。小魚いるんかな。風強い風が強いよ。それ飛ばされそう。あー、やっぱり小魚が跳ねますわ私のルアーに反応して。フィッシュイーターも入ってると思うんだけどな。ちょっとプラグに変えよう。バーティスのめちゃくちゃ派手なカラーに変えました。そういえばね、ジムニー5ドア発表されましたよね。ジムニーノマドっていうのかな。予約が殺到して受注停止になったみたいなんですけど、予約できた人いますか？私もね、検討してるんですけど、まずは今乗ってるジムニーがいくらぐらいになるのか気になったので査定に出してみました。カチ X はバイクだけでなく車にも対応しています。2024年10月から新しくサービス開始しました。査定の手順はバイクと同じですごく簡単です。はい、私のジムニーの査定額です。新車購入価格が約200万円なので、それよりも高くなりました。こだわりのカスタムパーツがちゃんと評価されているので嬉しいですね。車売却を検討している方もカチ X で査定に出してみてください。よし、終わるか。新しいタックル試せただけで十分です。久しぶりにこのサーフ来たらゴミが結構落ちてます。ゴミ拾いしてから帰りますね。いつも車に積んであるんだ、軍手と袋。うわ、いっぱいある。よっしゃー、大体こんなもんかな。いやー、魚釣れませんでしたねということで、今回の戦利品はビンチョウマグロ。実はサーフに行った翌日にも船に乗って釣りをしてきました。こちらのビンチョウを狙ってたんですけれども、それも坊主でした。ただ船内でこちらのブロックいただきました。ありがとうございます。トンボマグロとも言います。三重県ではこの魚を狙ったジギング、トンジギというのが近年流行っています。ちなみになぜトンボと呼ばれるかというと、長いヒレをピンと広げて泳ぐから、これを上から見るとトンボのように見えるということです。あられちゃんみたいな感じ。ということで、こちらの食材を使って調理していきますね。3日ぐらい置いて熟成されています。せっかくなんで脂のりのいい腹側を使いたい。うわ、すごい脂のりです。よいしょ。おー、皮が取れました。ペロリ。トロの部分を味見してみようかな。これもう身崩れするぐらい柔らかいですね。いただきます。うまい。うわ、美味しい。めちゃくちゃトロです。さっぱりしていて脂が少ない印象だったんですけれども、ちょうどいい上品なまったりとした脂がね、乗ってます身がふわっと溶けていく。びっくりです。味見と言いながら今3切れ目です幸せ。ビ
ビール発動ドライですね。それでは乾杯。美味しい。ちょっと味見しようって思っただけなのになくなっちゃいましたということで身を切っていこう。ネギ、袋の中に入れて、ニンニクチューブ、青森県産福地ホワイト鶏ガラスープの素、めんつゆ少々、レモン汁とごま油を入れてよーく揉んでなじませます。冷蔵庫で1時間ぐらい寝かせておきます。お水につけておいたお米を炊飯します。はい、ご飯を、うわー、めっちゃ美味しそうボウルに入れまして、すし酢で酢飯を作ります。器に盛り付けていきます。刻み海苔を敷いて漬けマグロを乗せていく。ごまと粗挽き黒胡椒。よし、いくよ。せーの、よいしょ、オッケー大成功です。できました。ネギだれ漬け丼完成です。普段は醤油ベースで漬けることが多いんですが、今回はネギ塩だれにマグロを漬けてみました。ニンニクのいい香りがしてます。とても美味しそうです。ちくわ、なんか斜めに切っちゃいますよね、ちくわって袋に入れて塩コショウで軽く味付けをして、小麦粉、お水を少々入れて、マグロのブロックも入れてこう。揉んでおきます。高温の油で揚げていきます。おお、カリカリになった美味しそう。ちくわって揚げるとこんな風に膨らむんですね。知らなかったマグロも同じく。よーし、はい、オッケー。ボウルの中にマヨネーズ、ケチャップ、蜂蜜を加えて、レモン汁加えてもいいですね。熱いうちによく和えます。器に盛り付けてできました。マグロとちくわのマヨネーズ和え完成です。実は年明け実家に帰った時に、うちの母がね、エビじゃなくてちくわで作ったらマヨネーズ和えが美味しいんだと教えてくれました。それを自分なりにアレンジした料理です。大根千切り、人参同じく千切り、玉ねぎ薄くスライスです。お水につけておくと辛みが取れます。水菜、トマトも切っておく。オニオンスライス、マグロトロを乗せまして、海苔をちょん。できました。マグロのせ大根サラダ完成です。ビンチョウマグロはツナ缶の原料にもなるんですよね。大根とツナは抜群の相性なので、お刺身でも美味しいと思います。クリーミー野菜ドレッシング、キャロット&オニオン、これをかけちゃおう。美味しいよこれ。よーしできた。食べよう食べよう。すーちゃんにもあげよう。美味しいんだよ。はい、完成しました本当はね、パパッともうどんだけ作っちゃおうとか思ってたんですけど、味見したらあまりにも美味しくて、いろいろと作りたくなっちゃいました。いただきます。ベジファーストサラダからいきます。いただきます。うまい臭みもないし、野菜にも合うから、カルパッチョもきっと美味しいでしょうね。最近野菜が高いじゃないですか。キャベツも高いし、白菜も高いし、だから生野菜のサラダを食べられるだけで嬉しい。でかっうま美味しい。そしたらマグチクマヨいただきます。ちくわからいこうかな。美味しい。揚げたことによってちょっと噛み応えが出るんですね。これはちくわだけでもいいですね。お母さんありがとう。美味しいよこれ。マグロどうですかね。
火を通すと身がギュッと固まって食感はね柏のような感じ。マグロとちくわを重ねて食べてもいいねきっと。メインの漬け丼黄身いきますよ。えい、いやー、うわー、とろー、おー、黄身をたっぷりつけて、柔らか。最後に振ったブラックペッパーの香りがいいですね。すぐ米いきたいって感じ。お醤油のつけだれもいいけどネギ塩だれもありですね。やっぱり生で食べるんだったらお腹側の身を使った方が美味しいんじゃないかなと思います。うまい。はい、ごちそうさまでした。今回は新しいリールとルアーを買って真冬のサーフに行ってきたわけなんですが、結構頑張って投げたんですけどね、なかなか釣れませんでした。ただ初めて使うツインパワー、キャストの飛距離も伸びるし巻き心地もかなり軽くて気に入りました。ルアーの方もシーバスとかマゴチも狙えると思うので、また時期が来たら使ってみますね。まだまだ釣りたい魚や釣ってみたい情報もありますので、寒さに負けずに頑張って釣り場に出かけようと思っています。釣れたら必ず動画にしますので、皆さんも祈っててくださいね。ぜひチャンネル登録をして通知機能をオンにして楽しみにお待ちください。ご視聴ありがとうございました。